戦略的に女性のこと、あるいは異性のことを考えてる人、ペンタクルが一つもないところを見ると、物質的価値っていうものをあんまり重んじてない方、経験が全て、そんなメッセージが降りてくるね。あなたを教育したいっていうメッセージが来ますね。あなたを教育して育てると、クイーンのソーズが出てるんですが、ただ、とってもね、もう身も蓋もない言い方すれば本当に下半身だけの人かもしれない。だからね、とってもね、恨みを買ってるっていうのが出てる。だからとても精神的な人であるとは思うんだよね。物質的な価値っていうものはあんまり求めない人。ひょっとすれば、もんなしかもしれない。紐みたいな男かもしれないね。あんまり地位とか名誉とかも、そんなに興味がないんじゃないかな。で、自分の恋人、あるいは愛人たちを悩ませてね。もう不条理な悩みだよ。整理がつかない。腑に落とせない。なんでっていう感じのね、そんな意識にさせて、コントロールする人だし、同時にやっぱり恨みも買っているということかもしれない。ただ当の本人はどこ吹く風だからね。一番大きいトライアングルの体の位置で、キングのソードの王様で出てるね。結構余裕しゃくしゃくで本を読んでてね。自分が望む世界観に、陶酔してる。自分の望みを達成するためなら、人が心を痛めることも厭わない。関係ないんだ。俺が主役だ。俺が王様だ。俺がどう感ずるからだ。っていう、そういうメッセージが来るね。で、結構やっぱり、恋愛者としてのポテンシャルが高い方だから、このラバーズが結構生きてるかな。で、私は、あなたはね、このクイーン・オブ・ソーズで出てると読んでるのよ。で、あなたに手を差し伸べてるのが、やっぱりね、この方なんだよね。キング・オブ・ソーズで。君が一番だよって。俺は浮気をするけど、全部遊び去って。ね。俺にとっての妃はお前なんだって。キングとクイーンの騒動。だから、ワンドのこの彼女はものすごい怒ってるね。ふざけんじゃないわよって。結構だから悪いね、定時のエネジーなんかもくっついてると思うんだけど、本人はへっちゃらかもしれない。で、もう一回一番上に掲げてるのは若い女性だね。この方に入れ込んでる。カップのナイトで出てるんだけど、とても若い人に、おそらく今意識がいってるっていうのが出てるね。で、自分が苦しめた人たちのその念に
駆られてるとは思うんだけど、この方自身が望む世界かもしれない。そういった愛欲の世界がこの方が望む世界だから、定時の想念をこの方に送ったとしてもね、この方は意気揚々としてる。むしろそれが俺の望む世界なんだよって。まあ恋愛者としてのポテンシャルはとても強い方かなと思う。で、物質的なその価値にはあまりこだわらない。これだけどいい意味とは言えないかもしれないよね。ひょっとすれば本当に紐みたいなもんなしかもしれないし、ね、テイカーかもしれない。そういう悪い意味での物質的価値とか自分の地位にあまりこだわらない人かもしれないね。ただね、この方との接触によってあなたがとても、まあ成長させられた、開発させられたっていうのは出てるね。で、未だにこの方のその魔の手がちょこっとここに出てるんだけど、なんかこう誘いがあるかもしれないね。だからまああなたを苦しめるんだけど、ひょっとすれば意図として苦しめてるかもしれない。自分自身がね飽きられないように、自分の恋人たちにその感情の起伏をつけさせて、意図的なカオスを生み出して、まあ翻弄するというような手法を取ってる方かもしれないね。またこの方自身もそんなカオスな状態、愛欲にまみれた世界っていうものを、良しとしてる方かもしれないね。まあ 528Hz、 まあ愛のヘルツだよね。マンダラ・オブ・ザ・ハート。まあやっぱりこの男は結構くせ者かもしれないね。なんて言うんだろうな、まあマンダラだから、まあ宇宙とのコネクト、宇宙とつながるとか、そうだな。もしくは心の平穏さとかね、精神的な平和とか。だからとってもメロウな部分がある方かもしれないね。まあ下にこれラバーズが来てるけど、ラバーズにかかってんだけど、とってもだからメロウな、部分を持ってる方かな。だから愛を奏でることができる男、まあ恋愛者ということだね。ただもうなんかそのマンダラって言っても、マンダラを唱えることで自分のね唯一の人をその平和とかね、その高い次元に導くっていうよりは、そのマンダラっていうようなその聖なるカオスの状態、その呪文のような幾何学模様のようなね、それそのものが好きな方なんじゃないかな。そのマンダラの状態自体が。だから愛人がねポンポンとこうやっぱり出てきちゃうんだろうね。夢中になっちゃって。こっちのザ・サン・オブ 417Hz、回復
だね、へそ下三寸丹田第二チャクラ、から起こしてくるエネジーといったところかな。まあこれは、まあこちらはあなたとしたら、こちらをね、お相手さんとしたら、こちらはあなたと考えたらね、まああなたの回復っていうことかな。あなたのリカバー。この方のまあ存在を必要としないあなた自身が、この方の呪縛から外れて、独立してね、こう立ち上げてくるエネジー。まあひょっとすればそういうエネジーとならば、このクイーン・オブ・ワンズになるかもしれないよね。とても怒ってる。まあ執着もしてる。この人をその失ったこと、得られなかったことに対する執着もあるんだけど、やっぱりなんかこう自立してるような力を感じる。いつまでも振り回されてないし、やっぱり、形として、まあしっかりしてほしいってことだよね。その不埒な状態、まあそんなものは耐えられないと。そういうなんかメッセージが降りてきますね。で、もし逆にこのクイーンのソードで考えたら、この方に教育されたそのイズム、この方のその魔境だよね。魔境のリズムみたいなものが、またへそ下サンズのね、丹田からこう、また湧き上がってくるよって。それでまた、この方のエスコートにこう手を差し伸べてしまうというような、悪い意味で言えばそういう立ち上がりもあるかもしれないね。もう一回この方のこう魔のリズムが立ち上がってくる。何度も何度もリフレインする。そういう意味でも捉えられるかもしれない。ただどちらにしても非常にドラマティックで、なんかこう情熱的だよね。この気持ちをたった一人に捧げれば、捧げる動機をこの方が持ってれば、この方も幸せになれる。だけどこの方はそういう方じゃないんだろうね。本当の幸せを得られない方、自分の中に欠損しているもの、欠落しているものを探している方だから、消極的な理由で愛を精力的に求めている方だよね。だから本当の愛を求める気が実のところない。ただその自覚が本人にはない。だからまあ恋人としたらとても興味深い方かもしれない。ミステリアスで、ちょっと他の人とは違うっていうね、感じさせる人かもしれない。ただどうだろうな。この方今世はなんかドラマティックでね、自分勝手にドラマティックな人生生きるかもしれないけど、来世地獄落ちちゃうんじゃないかね。不埒を重ね、到底やっぱりね、幸せに到達できる人ではない。だからこの方のね、いざないにいざなわれてしまうと、あなたもね、危ないよ。魔の空間に入ってっちゃうからね、そこは気をつけなきゃいけない。門神様、まあこの方の悪行がまあリークされるかな。あんまりなんか地位を大切にするっていう感じはしないけれども、まあ
職場でのその立ち位置がね、危なくなってもう辞めざるを得ないとか、もしくは既婚者であったら、その家庭を守りたいと思ってるならね、形だけでも。そしたら、まあ、決定的な状況に、突入せざるを得なくなるとか、この門神様からとてもね、スパルティックなエナジーを感じるね。だからこの方の築いてきた世界観、そこで行ってきたことっていうのが、外部に漏れる。かな。もしくはこの人本書いてるけど、それこそ自叙伝でも書き始めるかもしれないね。俺の反省みたいな感じで。腹が立つだよね。いい気になってなんか俺様自叙伝みたいな書くかもしれない。だからこの方のイデオロギーが活字となってね、外壁を破り、その内気がこう外へ漏れ出すと、そういうメッセージが降りてきますね。だから結構余裕しゃくしゃくのね、なんか力を感じるからさ、だからそんな状態すらこの方なんかへっちゃらかもしれないけど、むしろ望むとこだと。それが一体何なんだね。私の世界、俺の世界を知ればいいんだぐらいのね、そういう人かもしれない。そうだな。この方が引き寄せる結果っていうのは、この方が無下に扱った人たちのその下克上を引き寄せるかな。悪い意味でここの人かもしれないね。最初はね、あなたより良い立ち位置であなたの気持ちをもてあそんでいたよっていうのが出ている。あなたのことを見透かしている気でいたんだろうね。俺は全部わかってるよっていうメッセージが降りてくる。で、だけれども、あなたが、ファイブ・オブ・ソーズだけど、この方に、見切りをつけたと。もうやってられないわと。で、それで、この人が寝込んじゃったっていうのが出てるよ。かなり答えて。キング・オブ・ペンタクルスでとても、自分に自信があってね、地に足がついてて、どっしり構えてた人なの。だけれどあなたのことを舐めてたの。こいつだったら手玉に取れるっていうようなね。そんな舐めてた相手に、
足元すくわれちゃったからコテーンってね寝込んじゃうって。まだまだね、あなたはこの方より立場が弱い。だけれども食ってかかっていくよっていうメッセージが降りてます。だからこのお相手さん結構ねびっくりしちゃって動揺しちゃってね、なんて言うんだろうな、無理やりいい人になろうとしてる、その自分が今まで掘り下げなかったような人の心の掘り下げ方を始めてる。だからちょっとその狼狽ぶりがファニーかもしれないよね。あれ、あなた最近変じゃないみたいな。あなたなんか最近セルフパロディを演ずるコメディアンみたいじゃないっていうふうに、そんなふうに見えるかもしれない。だけどこの方からしたら、あなたのね、痛いしっぺ返しを受けて、もう動揺しちゃって、自分のどこが足りなかったんだろうってもう、やみくもになってね、なんか人の心をね、こう、モグラのようにこう掘り進んでいって、もう今なんかね、袋小路みたいなとこ。まあそれこそ自分が今まで信じてたペンタクル。その価値観というものがもう分かんなくなってるっていうのが出てる。だから結構答えてるんじゃない多分。あなたを苦しめたんだけど、その苦しめたことによって今引き寄せようとしている結果におののいている。だからちょっとなんかピーターパンコンプレックスじゃないけど、なんか子供じみた心境に戻ってしまってるよと。ジャンプバックしてしまってるよって。ゆっくり時間をかけてね、自分の人生をかけて掘り進んだわけじゃなくて、いきなり動揺して焦って、だからなんかこのマジシャンがさ、この颯爽とこうね、こう立ち回ってるこう佇まいでいるんだけど、なんかちょっと滑稽に見えるんだよね。でトップにあるフールもそうだけど、だからまああなたを苦しめたことのその負い目から急にいい人になっちゃう、いい人ぶっちゃう、そんなメッセージが降りるね。だからザ・フールでまあゼロに戻るんだけど、だから傍から見るとちょっとファニーに見えるかもしれないね。だからあなたからすると、何この人ってこんなことで動揺しちゃってと、こんな器の小さい人だったのって、結構見かけ倒しじゃないかって、そんな気持ちになったかもしれないね。だからこの方からすれば、自分のあなたに対する態度は正当なもんだと思ってたんじゃないかな。別にね、努めて意地悪しようと思って高をくぐった、そういう意識であなたと接してたわけじゃなくて、自分の立ち位置だったら当然だろっていうような感じ。だから本当に悪気がなかったから、あなたにこう突っ込まれた時、掟破りの下克上でびっくりしちゃったんだろうね。今まで自分を武装してたその価値観、自分が信じてたものなんか全部剥がれ落ちちゃって、もうゼロのザ・フールになっちゃうのよ。だけど心の中ではマジシャンでさ、結構颯爽としてたりする。うわーやばいどうしようっていう気持ちを、いや
これは大きな気づきなんだと、俺は颯爽と振る舞えるんだっていうような、ちょっと子供じみたプライドみたいなものだけど、それが傍から見ると、あなたから見るとちょっと滑稽に見えるんじゃないかな。まあこのタイの山のさタワーなんかね、この大きい節目ドーンってきてんだけど、やっぱりそれでちょっとね、もう英気を養わなきゃいけない寝込んじゃったんだね。まああなたの方がまだその荷が軽い、まだこの動ける状態にあるっていうのが見えてます。この方もっとゼロだからもっと身軽っちゃ身軽なんだけど、ちょっとなんかこういろんなもん飛び越してその戻りすぎちゃってんだろうね。なんかショックすぎて幼児対抗するみたいな感じかもしれない。そんなメッセージが来ますよ。まあスピリットベアオブ 396Hz 不安の克服とかだろうね。自分の罪悪感とか不安、それがたまらない。だからもうそれを早く克服したい。クマさんだからちょっと執念深くなってるかもしれないね。だから下に見ていたあなたに下克上的に例えば振られちゃったこと、逆見下り犯を突きつけられたこと、まあこの方のプライドが、大きく傷ついたんだろうね。それが許せないから、甘い蜂蜜にね執着するクマさんのようにあなたに執着してる。だけれどもそれは自分の鼻をくじかれたという不安、その不安に耐えられない。その次にあるのがあなたに対する罪悪感。あなたをそんなに傷つけていたんだなって。ちょっと考えればわかるんだけどね。同じ生身の人間なのにね。なかなか、例えば仕事とかが絡んだ間柄だと、ね、なかなかこう同じ土俵に立って考えるのと、なかなか難しいかもしれない。転換が難しいかもしれないけど、やっぱりね、しっかり地に足をついて、ね、やっぱ、面を突き合わせなきゃいけないんだけど、そこら辺がちょっとやっぱ、高くくっちゃったんだろうね、やっぱりね。で、スコーンと足すくわれたことで、動揺しちゃったんだよね、やっぱり。あなたを傷つけていたということ、それもちょっと考えりゃ分かることを分かっていなかったこと、で、さらには自分の立場、プライドを傷つけられたことにものすごく執着してる。このままあなたのことを忘れられれば、ここまで落ち込むことはなかったかもしれない。だけれども、かくがくしかじかあなたにこだわらなきゃならん道理があるから、とても不安なんだよ、今。オラクル・オブ・カルディア、王国だよね、カルディア王国からのそのお告げ。まだなんか兆しっていう感じがするね。変化の兆し。まだ準備はできていないけれども、その降りてきた啓示、受け取りなさいというメッセージ。これはあなたに対するメッセージかもしれないよね。この方の思惑、浅はかさみたいなもの、
気づいたでしょうと。ね。準備ができてない。まだ準備ができてなくても、動き出してごらんというメッセージが来ます。あなたはまだ身軽です。この方ほどガチガチのポジションにはいない。だからまだ準備ができてなくても、お告げが来たら動きなさいというメッセージ。まあこっちのスプレッドなんか見るともう動き出したっていう、少し姑息だけれども、この方より低いところで、もう動き出したっていうカードが来る。もしくは動き出すでもいい。まあ5の単位に来てるからね。そうすることで、まあ大きく開けていくよと。まあこれをお相手さんで考えるとどうだろうね。お相手さんの王国、価値観が崩れるという兆しかな。ユダヤ人をバビロンに追いやったね。何かそのカルマの信託。だけどこの方が自分の王国がね、自分の価値観が崩れて、あなたにもう本当に足すくわれてさ、価値観がひっくり返って、ザ・フール、もういろんなこと飛び越して一気にジャンプバックして、本当なんかゼロまで戻っちゃったことに対するなんか啓示かもしれないね。この方で言えば。それぐらい大きな啓示。ただこっから大変だよ、また築き上げていくの。でまたその自分のプライドとかね、その浅はかさなんかにその見透かされた暴かれた浅はかさに恥ずかしいっていう気持ちにとらわれてるようではまだちょっとやっぱり早いんだよね。むしろこの気持ちをまず掘り下げないと、いやダメだったなって、本当に恥ずかしかったなって、いやだけどしょうがない、もうそれは自分のね、やっぱりそれが人間力だったんだと、まだ基礎体力足りなかったんだと、よし腹に据えて生きていこうっていう、一旦ここだよね。これをなんかそわそわ不安で恥ずかしいまま掘り下げられないまま、本当に一気に幼児対抗しちゃってザ・フールまで戻っちゃって、ちょっと極端かもしれないよね。だからもしくはそれぐらい自分のなんか王国のバリゲードっていうのかな、城壁を築いてないと生きてこれなかった人かもしれない。だからそのハリボテのさあ、その城壁にね、あなたはそのいち早く気づいて、まあ打ち破ったのかもしれないね。もしくはこれから打ち破っていく過程にあるのかもしれない。ドン、足神様。まあ何かやっぱなんかフールとね、こう連動する感じがするね。もう無一文から行けよっていうね。あなたは、まあ、この方はね、自分が下だと思ってた人に足すくわれた。ね。見下してた人に鼻を明かされたと。それを真摯に受け止めろと。足神様言ってる。もうその変なプライドとかで恥ずかしがってるなと。まあ、本当はここで地に足つけるといいんだけど、ただまあ戻っちゃったって出てるから、まあ、自信が総崩れになったんだろうな、やっぱりな。あなたとの関係性で優越感を感じることに、この方自身が助けられてた部分があったかもしれないね。
すごく。であなたからしたらとても不本意なね、こう愛され方、だと思うけど、この方はなんかそういう形であなたに随分支えられてたのかもしれない。であなたをその失う、苦しめたことによって、やがてその失う、ないしも失ってしまった、そのことでやっぱり自信が総崩れになってしまう。でそれで愚か者まで行っちゃうわけだよね。なんかほんとね、足神様ご座敷いてむしろかぶれって、なんかスパルティックなメッセージが飛んでくるね。それぐらいもう言っていいんだよ。そうだな。だから精神的にあなたにとても依存してたんだよ、この人。あなたを苦しめながらも。だからあなたの方が依存度が低いはず。だから抜けられる。とにかくこの方との関係性はご破算。もう終わり。あなたもそんなにこだわらない方がいいと思うね、この人。この方はね、もう無一文になって旅に出ます。ゼロからの旅に出ます。ただおそらくまだどこに向かっていけばいいのか決まってないはず。いいじゃないですか。とりあえず自分の素足で自分が降り立つ大地、降り立つべき大地を踏みしめる。そこからだね。おそらく根っこはここにあると思う。スピリット・オブ・ベア。スピリット・ベア・オブ 396Hz か。簡単なとこなんだよ。もうハリボテのような城壁。それを果たして蹴っ飛ばしてやるぐらいの、なんか腹を据えればいいと思うんだよ。そうだな。やっぱりあなたとの関係性の中で学ぶべきこと、この方にとっては、あまりにショッキングすぎて、原点回帰しすぎるという、それが引き寄せる結果かな。ご縁が深いと出てるね。そんなメッセージが降りてくるよ。前章からのストーリーを引っ張ってきてる。ガッチガチのね、スプレッドで、あなたを苦しめたっていうことだけれども、あなたを囲っておくためにあなたの強さを認めているか、もしくはこの方とのね、エンペラーが出て、エンペラー、こっちはキングオブソーズも出てるしすごいんだけど、この方との関係性の中であなたが強くなっていったかもしれないよね。あなたを表すカードにくっついてきてるのがムーンで、やっぱり不安は感じている。この方と一緒にいることの
底知れぬ不安。だからとても強い人だっていうのが出てるから、ひょっとすればあなたが泳がされてるかもしれないよね。この方が把握できるレベルの強さをあなたに与えていて、しっかり囲っているよっていうのが。でしかもトップに来てるのがやっぱり深いご縁、今世のみじゃない、過去世から引っ張ってきてる絡みだよっていうのが出てるから、あなたがこの関係性から離脱することを阻むよとセブン・オブ・ワンズが出てます。一番大きいトライアングルでは原動力がエースのソードね、もう実力行使、勝利宣言で、体の位置がテン・オブ・ワンズなのよ。実力行使でご利用しであなたとの関係性を今世で進めていく。最後は重荷になる、もしくは十分すぎるほど満喫するとも言えるよね。このスプレッドだと意外にさらっとしてるけど、女性が、もしくはこのデッキだとね、このデッキで読むとあなたとして考えると、あなたがこの方とのカルマを十分回収できた、背中に背負っているこの9本のワンドね。で今世でこの過去世からの因縁みたいなもの、いい意味でも悪い意味でもね、それを今世で解消できるかもしれないよね。このお相手さんにとてもね、高圧的な力を感じる。だからそれがあなたを苦しめてるかもしれないけど、あなたも気丈に振る舞って頑張ってるんじゃないかな。土台がね、とてもがっしりしてる。だけどトップがね、とてもロマンティックなんだよね。だ結構完膚なきまでのスプレッドかなって感じます。だからあなたがこの方から離れたいと思ってたら、結構厄介かもね。抜け出せないぐらいの、もうこの中で戦っていくしかないぐらいの、力、ガチガチの力を感じるね。その不安がこのムーンで出てるんじゃないかな。一末の、不安要素として。ガチガチで抜け出せないとは言ったんだけど、バステド・オブ 174Hz、エジプトの神様だよね、猫の頭の。悪霊払いとか邪気払い、そういうこと考えると、この10 of Wands、あなたがこの方との因縁、過去から引っ張ってきてるね、過去勢から引っ張ってきてるこの因縁、このカルマの回収を終えたとすれば、やりきればね、この方との関係性で、筋を通しきれば、筋って言ってもいろんな筋があるだろうけど、一つ何かやりきれば、今世でこの方との関係切れるかもしれないよね。結構強力なパワーだと思うよ。で、174Hz ってむちゃむちゃ低いんじゃないかな。
安定の、そうだね、根底から響くような音なんじゃない？うん。なんか、なんか根底から邪気払いみたいな、そんな変革があるかもしれないよね。で、このパフューム・オブ・ソフィアは、まあ、ソフィア、まあ、知恵、英知、その、まあ、兆しかな。パフュームは、まあ、香水だから、この下にあるね、セブン・オブ・ワンズ、まあ、私は先ほどこのエンペラーのお相手様で読んだけど、あなたがこの方に反抗する、こう、下克上、ね、こう突き上げるっていうことで考えると、まあなんかこのパフューム・オブ・ソフィアがあなたに何か知恵、直感、正しい振る舞いをしなさいというようなインスピレーションを下ろしてくるとも読めるね。とても女性的なカードに感じるね。もう絵柄そのままだけど。まあ、今ちょっとなんかシックス・オブ・カップスがなんかスッとなんか入ってきて、まあ、もしくはこの方との因縁の気づき、まあ、根性のちだけの出会いじゃないなって、なんか初めて出会った時から初めてじゃないなみたいなね。相手とこう目をね見つめ合った時から何かこう呼びかけてくるもんがあるなって、それはこう現世からじゃなくてね、本当に過去世からなんか聞こえてくる言葉みたいなもの、なんかそういうものを察知してしまったんだ。だからこの方との関係性が苦しいけれども続けなくてはいけないんだっていうメッセージにも取れる。そうかもしれない。今なんかこのね、シックス・オブ・カップがスッとね、語りかけてきたね。まあそれだとあなたやっぱり逃げられなくなっちゃうけど、まあお相手さんはね、ある意味あなたのことを買ってるよ。信頼してる。あなたがこの方との関係性で勝ち気でいてくれれば、そういう気持ちでいてくれよっていうぐらいの、なんか波動を感じるね、この方から。孫神様来た。一旦木綿様。これだけど、だけどね、まあ、逃げろ。自由になれ。ある程度軽薄でもいいんだ。もうすっぽかして逃げろっていう、まあメッセージに端的に読みたいんだけど、なんかね、この方との関係性のやっぱりカルマだよね。因縁が、まあ、今世で完全に揮発、燃焼するよっていう、そういうメッセージに取りたいな。なんだかんだ言ってこのシックス・オブ・カップスがね、強いんだよね。リーディングしててさ、この存在を忘れてると、この存在が、おい忘れるなよってなんか呼びかけてくるんだよ。だからもし今現時点で、もうこの方との関係性もやりきったわ、みたいな。もう見切ったわぐらいの気持ちだったら、まあ去ってもいいかもしれないね。もうそれで多分、金輪際会うことないんじゃない？やりきったんだったら。結構強い、ね、
関係性だっていうのは出てる。だけれども、もしなんか中途半端なとこだとまた来世もあっちゃうかもしれないよ。まあ孫神様はね結構なんかフットワークが軽い感じがするけど、何言ってんだもう自由になれよと、まあ、深く考えすぎるなって、逃げろ、孫神様はそう言ってる。そうだね、このバステト様もね結構やっぱりすごく強いから、やっぱなんかこう今世で完全にこの因縁を、その邪気邪念全てもうなんか陰性の力、その原動力カルマ全部燃えてしまうんだと。まあそれをやってからね、一旦モンメンさんのようにスーッとね、まあフェードアウトしてするのが一番いいかもしれないね。まあこれだけ囲われてればあなた自身が一番感じてるんじゃないかな、この方との一筋縄ではいけない、関係。今世だけじゃねえだろうなって、これ過去世でも合ってるよなっていうようなさ、まあ逃げられない関係性かなと思ったけど、最後にやっぱりね一旦モンメン様出てきたから、今世でまあ終わる、可能性もありといったところかな。